はい、こんにちは。山下夏美です。7月5日土曜日。今日はですね、平塚ビーチパークの西側ですね。ここでスカーフィングやっていった感じの日となりました。波サイズもあって、久しぶりにね、こっちの西側で入ったんですけど、かなりいい練習ができました。情報によるとですね、結構全体的にピーク選べばコートの方とかもできてたみたいで、いろんなところでいい感じにね、乗れる波の日だったんじゃないかなと思います。今回の映像は僕が西でしか入んなかったんで、西の映像となっています。で、基本はね、スキムの波っていうよりはスカーフィングでちょっとサーフィン練習していく感じだったんですけど、ちょっと早いなりに少しちゃんとこういう風にね、前出なきゃいけないゾーンはちゃんと踏んで前出てる感じです。これちょっと最後、いい位置で当て込んでるけど、弾かれちゃいましたね。ここで前出て、最後、アクションかけるけど、レールがちょっと抜けちゃったね。後ろ乗りすぎて前側が棒出しになってるから。これもちょっとダンパーで、プルアウトしましたけど、このポジションをね、ちょっと探すのに少し苦労しながらやっていった感じですね。微妙に流されてたしね。これいいね。これがベストかな、多分。レアリー。パンプ踏む。で、コンプリートですね。これが一番綺麗に乗れたやつかな、おそらく。レールワークとかトリックまで含めて。いいね。で、最後。これでコンプリートですね。本当はね、ここで最後もうワンアクションかけたいところですけど、ちょっとブレーキ早いからうまくいかないです。一応ね、左右両方、レフト、ライト、来てる感じの波だったので、適度に、この辺はですね、左右展開しながら、やっていく、といった感じになってます。少しね、人よりインサイド待ちでやってみて、まあ、ちっちゃい波でも、しっかり形がいいんで、それを狙ってやっている感じです。これとかまさにそうじゃないかな。しっかり浮かして、ややフローター気味に乗って、降りる。テイクオフして、最後、フローター気味になって降りる。これちょっと最後ダンパイ捕まりましたね。吹き飛ばされてます。さあ、パンプでちょっとポジションキープして横走る。で、フローターで降りるですね。上から見ると分かりやすいですね。もうちょい早めに降りた方が良かったかもしれないですね、今のは。ちょっとフローター引っ張りすぎ。さあ、レフト。ちょっとこれ早いね。ポジションが悪かったかな。やっぱりちょっとポジションを探すのに苦労しながらやっていった感じです。テイクオフもしやすかったし。インサイドで待って、こんな感じで、人よりちょっとインサイドで待ってる感じですね。このポジションが一番この時間乗りやすかったですね。さあ、3ショービットやったけど、ちょっとノーズ刺さりましたね。もったいない。テイクオフして、ちょっと横走って安定したから、ここで3ショービット。だからこれね、ちょっと練習引っかかっちゃってね。練習好きでやっぱりショービットかけてるから。まあ仕方ないことなんですけど。そう、ここで、着地した後にね、ちょっと引っかかってね、スタンス合わなくて、前足滑って最後、押した感じです、これが。さあ、レフトいいとこ。これちょっと逆側から来てるし、ブレーキも速いから、すぐ切り返してって感じですね。そういう安全面も見ながらしっかりやっていきます。さあ、これもだいぶ良かったですね。これポジションの取り方が結構綺麗にはまって、パンプとか駆使しながら。ただ最後ね、ちょっと捕まり気味でね、このダンパーのとこにコンプリートできなかったんですけど。さあ、ここですね。ちょっとここで踏んで、前に合わさった波にね、ちょっと出るのをミックスしてる感じですね。で、合わさった波のところで完璧に前出るところにはダンパーに捕まった。って感じですね。こんな感じで結構レールはうまく使えてるんですけどね。ここでちょっと前に重なったところにパンプで前出ようとして捕まってる。一瞬。
もうちょいスムーズに出たいところですね。こんな感じでね、ちょっと癖の強いナビだったんですけど、まあ、かなり乗れてるんじゃないかなと思います。基本はレールワークの確認をしつつ、ポジションをキープしながら乗っていく感じです。いいね、これ。これちょっとスープに捕まりながら当て込みしたけど、うまくコンプリートはできるって感じですね。ちょっと前出るのが遅かったかな、少し。一瞬悩んでたのがちょっと悪かったかもしれない。そういうもたつきっていうのはね、これはスキムも一緒ですけど、一瞬でもね、ちょっと考えるのが 0.1 秒でも入ったら、ちょっと波から遅れるっていうのがあるんで、基本はもう考えずに、そのままパッと動けるようにした方がいいですね。このレフトもね、そうちょっとテイクオフして、ここでね、そう、今分かりやすいかなと思うんですよ。この定点カメラだと。一瞬やっぱ悩んでると遅れやすいですね。特にこういう速い波の時は、しっかり考えずにね、波に置いてかれないことをまず意識するっていうのがすごい重要です。で、こういう風にね、置いてかれちゃうとやっぱりどうしようもないんで、前出てから考えるのでも全然遅くないんじゃないかなと思います。こんな感じでかなりね、いろいろちょっと試しながら乗っていく感じのスカーフィングデートになってます。さあ、いいウェーブライド。で、これちょっとね、当て込める場所がなかったから、そのままテール踏んで、コンプリですね。ここで、当て込めるとこなかったから、レールワークで、ちょっとターン風にしながら、コンプリートした感じです。ちょっと自分のね、カメラ側の目線だけだとちょっと分かりづらいかなと思うんですけど。さあ、ウェーブライド。ちょっとスープの方の上ですね。上の方に当て込んでターンしたけど、コンプリートできず。ちょっとこの辺はね、ピーク動いたりとかしながら探してる感じです。左右、しっかり動きながら、自分の板で乗りやすい場所を探してる感じです。さあ、これスピナー。ちょっと回りきんなかったから、最後ノーズ下がっちゃいましたね。こんな感じで、この日はね、スカーフィン1日通して、半日か、通してやっていった感じになりました。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。